こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はアクリル毛糸を使ってこちらのティッシュケースを編んでいきます。鎖編みと細編みだけのシンプルな編み方なので、いろいろな色を組み合わせたり、こちらはダイソーのカラフルな毛糸を一玉で編んでいます。お好きな毛糸を使って編んでみてください。動画で使用している材料はこちらです。アクリル毛糸を7色、かぎ針は6号を使って編んでいきます。それでは編んでいきましょう。最初に鎖20目編みます。1段目の編み図がこちらです。鎖1つで立ち上げて細編みを1周編みます。鎖1つで立ち上げて細編みを編んでいきます。1、2、3、4、5。この繰り返しで細編みを20目編みます。細編み20目編んできました。角のところに来たら細編みを1回2回編みます。ここから反対側の細編み20目を編みます。1、2、3、4、5。この繰り返しで反対側も細編みを20目編みます。20目編むとこんな感じです。反対側の角も細編みを1回2回編んで、これで1段目が完成です。編み始めの糸を処理します。2段目の編み図がこちらです。1段目の終わりから続けて細編みを44目編みます。この繰り返しで細編みを44目編みます。1周編むとこんな感じです。3段目は毛糸の色を変えて細編み44目編みます。2段目を編み終えたところから1つ目に針を入れて
新しい糸を引き抜いて細編みを編みます。これが1つ目になります。続けて2つ目を編みます。3段目も細編みを全部で44目編んでいきます。3段目の細編み44目編んできました。4段目も続けて細編み44目編みます。細編みを44目編んできました。5段目と6段目は糸を変えて細編み44目を2段編みます。2段編むとこんな感じになります。7段目は糸を変えて細編み44目を1段編んでいきます。1段編むとこんな感じです。8段目はティッシュの取り出し口を編んでいきます。8段目を編み終えたところから続けて細編み24目編んでいきます。細編みを24目編み終えたら、ここから鎖18目編んでいきます。鎖18目編み終えたら、18目開けた19目に細編みを編みます。もう一つ細編みを編んで、これで8段目の44目が完成です。9段目は細編み44目を1周編みます。
鎖編みのところに来たら、鎖の裏山を拾って細編みを編みます。鎖のところは18目になります。鎖部分の細編み18目編み終えたら、細編みをあと2目編んで、これで9段目が完成です。10段目と11段目は糸を変えて細編み44目を2段編みます。2段編むとこんな感じです。12段目と13段目も糸を変えて細編み44目を2段編みます。14段目と15段目も糸を変えて細編み44目を2段編みます。2段編み終えたら1つ目から糸を引き抜いて糸を長めにカットします。編み終わりの糸を処理します。2つに畳んで表と裏の編み目を縫い合わせるようにして糸を通していきます。最後の編み目まで糸を通せたら、細編みの編み目に糸を通して糸処理をしていきます。完成です。お疲れ様でした。アクリル毛糸のカラフルな色合いが可愛く、小さいので余ってる毛糸を組み合わせても大丈夫です。一玉で編んでも可愛くできるので、もしよかったら編んでみてください。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。またリクエストなどありましたらコメントください。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったら